こんにちは、みるです。今日は話半分腹八分という言葉を紹介します。聞いたことありますか？話半分というのは、人の話には嘘や誇張が含まれているものだから、すべてをそのまま信じない方がいいよという意味です。もう今の時代にぴったりの言葉ではないでしょうか。もう SNS とかね、すごいじゃないですか。情報がね、もう本当に溢れていますよね。で、それをね、全部信じていたらもう大変ですよ。なので、本当にね、話半分でちょうどいいですよね、ああいうものはね。はい。で、人の噂とか、悪口もそうですね。そういうのも聞いたまま、そのまま受け入れるのではなくて、へーとか、みたいなね、こんな感じで、さらーっと流すぐらいがいいですよね。それから、腹八分というのは、美味しいからといって、満腹になるまで、苦しくなるまで食べたら体に良くないですよという意味です。もうちょっと食べたいなというところでやめておきましょうという意味です。腹八分目に医者いらずという言葉もあるんですが、腹八分目にしておけば健康でいられるよ。お医者さんに行く必要はないよという意味です。はい。まあこれね、ちょっと難しいですよね。お腹いっぱい食べてね、美味しかったってなりたいですよね。はい。実際に昔ね、会話も腹も8分目ぐらいがちょうどいいんだと言われたことがあります。確かにそうですよね。自分の話ばっかりこうベラ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 していたら、相手はもうお腹いっぱいで苦しくなってしまいますよね。反対に相手が自分のことばっかりね、ずーっと喋っているのを聞いていたら、こっちもね、もうお腹いっぱいです。もう結構ですってなってしまいます。なので、もうちょっと話したいなとか、もうちょっと聞きたいなぐらいがちょうどいいよっていうことですね。ただ、さっきも言いましたが、この8分目というのが結構難しいですよね。美味しいものね、お腹いっぱい食べたいってなりますよね。自分のこといっぱい喋りたいとかね、そんな時もあります。はい。まあね、いつもそうでなければいいと思うんですけど、まあでもね、やっぱり食べ過ぎてしまったり、喋りすぎてしまうと、後で後悔しますね。あの、もうね、本当に苦しくなるまで食べ過ぎてしまった日はね、もう最悪ですね。悪夢を見るんですよ。お腹いっぱい苦しくなるまで食べてしまって、で、結局夜寝る前になってもね、苦しくて、でもね、そのまま寝るじゃないですか。で、寝ようとしてももうお腹がね、なんか痛いというか苦しくてなかなか寝つけなくて、で、寝た後、悪夢を見るんですよ。なんかね、怖い夢を見るんです。多分、お腹が苦しくて、そのまま寝たから、夢の中でも苦しいんじゃないかと思うんですけど、そう。だからすごく反省します。はい。あとはね、喋りすぎちゃった時。これもね、ちょっと喋りすぎちゃったなとか、あんなこと言わなきゃよかったなとか、あれ言う必要なかったなとか、こう、喋りたくて喋りすぎて、その時こうなんかテンションが上がっちゃってうるさかったかなとかね、いろいろ考えてしまうことあります。なので、頭の片隅に8分目という言葉を置いて気をつけるようにしています。はい。で、今日はね、2025年の1月20日なんですが、大寒ですね、今日から。今年は1月20日から2月2日までが大寒です。大きい、寒いと書いて大寒と読むんですが、1年で一番寒さが厳しい時期です。はい、寒さの本番はここからです。はい、怖い。でもね、この大寒を乗り越えれば立春です。春が経つと書いて立春。春の始まりですね。2月3日ですよ、立春。春といえば桜。はい、だんだん暖かくなってきます。
それを楽しみに過ごしていきましょう。皆さんも引き続き体に気をつけてお過ごしください。じゃあ、バイバイ。こんにちは、ミルです。今日は話半分腹八分という言葉を紹介します。聞いたことありますか？話半分というのは、人の話には嘘や誇張が含まれているものだから、すべてをそのまま信じない方がいいよという意味です。もう今の時代にぴったりの言葉ではないでしょうか。もう SNS とかね、すごいじゃないですか。情報がね、もう本当に溢れていますよね。で、それをね、全部信じていたらもう大変ですよ。なので、本当にね、話半分でちょうどいいですよね、ああいうものはね。はい。で、人の噂とか、悪口もそうですね。そういうのも聞いたまま、そのまま受け入れるのではなくて、へーとか、みたいなね、こんな感じで、さらーっと流すぐらいがいいですよね。それから、腹八分というのは、美味しいからといって、満腹になるまで、苦しくなるまで食べたら体に良くないですよという意味です。もうちょっと食べたいなーというところでやめておきましょうという意味です。腹八分目に医者いらずという言葉もあるんですが、腹八分目にしておけば健康でいられるよ。お医者さんに行く必要はないよという意味です。はい。まあこれね、ちょっと難しいですよね。お腹いっぱい食べてね、美味しかったってなりたいですよね。はい。実際に昔ね、会話も腹も8分目ぐらいがちょうどいいんだと言われたことがあります。確かにそうですよね。自分の話ばっかりこうベラ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 していたら、相手はもうお腹いっぱいで苦しくなってしまいますよね。反対に相手が自分のことばっかりね、ずーっと喋っているのを聞いていたら、こっちもね、もうお腹いっぱいです。もう結構ですってなってしまいます。なので、もうちょっと話したいなとか、もうちょっと聞きたいなぐらいがちょうどいいよっていうことですね。ただ、さっきも言いましたが、この8分目というのが結構難しいですよね。美味しいものね、お腹いっぱい食べたいってなりますよね。自分のこといっぱい喋りたいとかね、そんな時もあります。はい。まあね、いつもそうでなければいいと思うんですけど、まあでもね、やっぱり食べ過ぎてしまったり、喋りすぎてしまうと、後で後悔しますね。あの、もうね、本当に苦しくなるまで食べ過ぎてしまった日はね、もう最悪ですね。悪夢を見るんですよ。お腹いっぱい苦しくなるまで食べてしまって、で、結局夜寝る前になってもね、苦しくて、でもね、そのまま寝るじゃないですか。で、寝ようとしてももうお腹がね、なんか痛いというか苦しくてなかなか寝つけなくて、で、寝た後、悪夢を見るんですよ。なんかね、怖い夢を見るんです。多分、お腹が苦しくて、そのまま寝たから、夢の中でも苦しいんじゃないかと思うんですけど、そう。だからすごく反省します。はい。あとはね、喋りすぎちゃった時。これもね、ちょっと喋りすぎちゃったなとか、あんなこと言わなきゃよかったなとか、あれ言う必要なかったなとか、こう、喋りたくて喋りすぎて、その時こうなんかテンションが上がっちゃってうるさかったかなとかね、いろいろ考えてしまうことあります。なので、頭の片隅に8分目という言葉を置いて気をつけるようにしています。はい。で、今日はね、2025年の1月20日なんですが、大寒ですね、今日から。今年は1月20日から2月2日までが大寒です。大きい、寒いと書いて大寒と読むんですが、1年で一番寒さが厳しい時期です。
はい、寒さの本番はここからです。はい、怖い。でもね、この大寒を乗り越えれば立春です。春が経つと書いて立春。春の始まりですね。2月3日ですよ、立春。春といえば桜。はい、だんだん暖かくなってきます。それを楽しみに過ごしていきましょう。皆さんも引き続き体に気をつけてお過ごしください。じゃあ、バイバイ。